はい、皆さんこんにちは。鳥犬チャンネルです。今回はゼータガンダムのね旧キット144分の1の方をね作っていくところをお見せしたいと思います。もうね手に入りにくくなったもう旧キットなんですけれど、我が家にはちょっと数体ねまだ入手したもの残っておりまして、これは駿河屋さんで入手したもんですね。梅田のねになるんですけどね、1300円ぐらいだったかな。それぐらいで入手したものになります。背景の G ディフェンサーのねマーク2なんかもねいいですね。はい、それではね中身の方なんですけれど、このようなランナーになっておりまして、白いランナーが1枚とブルーのランナーが1枚、あとポリキャップが入ってる感じですね。こんな感じのキットになっております。リアルタイムのね高校1年生だったかな、その頃も1回買ってね作ったんですけどね、思い出のキットになります。はい、それではね組んでみたものになるんですけどね、仮組ね、高校当時できなかった改造ポイントでねやってみたいところですね。50代のおっさんになってね、はい、ここのねフロントアーマーのところ設定では確かにこんな付き方なんですけどね、であと腕のねここの回っちゃうんですよね。そこはちょっと違うかなと。で顔のねちょっとシャープさが違う。で足がね太く見えるんですけれど、細くしたらね関節入んなくなっちゃうしね、高校時代確かここ1ミリぐらい削ったんですけどね。で後ろはねこんなもんですよね。はい、ただね背中のねスタビライザーをなんかちょっとね動くように触りたいかなと思います。はい、それではね仮接着外してね裁断していこうかなと思います。はい、レーザーソーでね切るとこ切ってますね。はい、まずはね足のかかとのところですね、ここの四角いブロック切り離しておきたいと思います。それからね今度はね足の甲のとこですね、甲のとこ赤いとこと白いとこね切り離してちょっとばらしてあげて、白いとこの甲のね角度変えたいと思います。はい、切り込みを入れたねつま先のところにね流し込み接着剤入れて、その上をね何回かデザインナイフで切れ込みを入れていってあげます。そしてペキッと割ってあげます。はい、ここのね足のつま先側のね赤いパーツのところ、ここにねかかとパーツがいくらかウェーブライダーになるときに入り込むようにねちょっと空間作ってあげます。はい、そしてね赤い部分のところを接着してあげて、そして足の甲のところですね、ここも接着してあげて、後でね再接着しようと思います。そしてねどうしてもつま先がねちょっと短いから太く見えるんだろうということで、後でつま先部分ね伸ばしてあげるのと、足の甲の部分はね少しね下に落としてあげようと思います。角度変えてあげようと思います。そして今かかとのとこやってます。かかとのところのねヒールのかかとの四角というか台形のブロックですね、こちらがあって、あとここのかかとですね、で変形した時にねこういう風に何ミリか、はい、足のつま先側に入り込むようにねしたいかなとは思います。はい、そしたらね膝下のここのパーツをね分割していきたいんでね、一回筋入れたところね流し込み接着入れてヒートペンでカットしていこうと思います。はい、このようにねヒートペンでカットしていっております。はい、膝のとこのアーマーのカットもしております。そしてここの可動軸、これニッパーでカットしてあげます。これも捨てずにねまたどっかで利用します。このフィンのとこはね後でプラパンで作ってあげますかね。そして膝のところ、はい、足をね合わすとこんな感じですね。それでは次にね太もも行こうと思います。こちらも一回切れ目入れて流し込み接着入れて、まずレーザーソーでここねカットしてあげます。関節部をね切り離してあげようと思います。そしてここはナイフでカットしていってあげて、あとは手でパキッと切り取ってあげます。反対側の太もももカットしてこのようになりました。そして膝関節のパーツも切り離してこのようにしています。ここねまた関節ね、増設していきたいと思っております。は
はい、次はね頭部を切り離していきたいと思います。どうしてもね80年代のプラモデル、ロボットプラモデルこんな感じだったかと思います。はい、顔周り首周りにね切れ込み入れて流し込み接着流してあげました。はい、このように首をまずカットして、それからですね顔のマスクの部分ですね、これをカットしていっております。使ってるナイフははい、ヒートペンのねデザインナイフのところになります。はい、あとはね力技でペキッと、はい、いけましたね。はい、次はね体のところですね、胸パーツのブルーのとこと中心の赤のパーツ、あとお腹の白いパーツ、あとはふんどしパーツのところですね、これを切り分けていきたいと思います。そうですね、あと首のところのね黄色のところもね切り分けたいですね。はい、まずはここのふんどしパーツですね、ここをカットしました。そして今度はねコックピットのパーツを、はい、赤いパーツをカット。そしてですね今度はお腹ですね、お腹の白いパーツね、これをカットしていっております。はい、左右両方ともねカットしていっております。はい、それから今度は首周りのね黄色いとこですね、胸のねここを切り離してあげるんですけど、ここがね結構頑固でしたね。はい、でレーザーソーこれをね使って切れ込み入れて、それでもちょっとまだここが硬いで、下手に力入れるとね割れちゃうんで、はい、ヒートペンでねもう一回何回もなぞってカットしてあげました。はい、なんとかねいるところまで割れることなく、はい、そしてねこのようにね背中とつけるとこんなイメージ、ちょっと隙間ができるかな、そんな感じですね。はい、次はかかとですね。かかとのまずね台形のブロックのところね、こちらをね、稼働するようにしようかなと思います。ウェブライダーになった時にねここへこんだりするんでね、そこが動くようにしてあげようと思ってます。はい、そして切り離したかかとブロックですね、こちら足らずのところをねプラ棒とかプラパンとかでね、形作っていきます。そしてこちらかかとのパーツなんですけどね、ちょっと太いんで 2mm ぐらい幅詰めしてあげるので、プラの角材 2mm 当てて、ゲージ代わりに使って、あとこのね薄刃ニッパーでカットしております。そしてねここのかかとに入るね台形ブロック入れるのにちょっと隙間がないんで、こちらを削っていってあげてます。はい、先ほどのねかかとのとこのパーツなんですけれど、ヒートペンのねカッター、デザインナイフじゃない方のもともと入ってるね真鍮製のねカッターで、ざっくり切ったらいいんでそれ使ってねカットしていってます。このようにカットするとね割と比較的簡単に切れます。はい、そしたらね足の前半部分つま先甲のところですけどね、こちらに、可動軸入れたいんで、このようにまたねヒートペンのナイフでカットしていっております。このようにざっくり開けていきます。後でね、ヤスリとか当ててもうちょっと綺麗にするんですけどね、切れ目をこのようにヒートペンのナイフで切っていきました。はい、ヒートペンのナイフのねこっち面はねこういう風に段差をね落とすこともできます。はい、そしてね足の甲のとこなんですけどね 2mm 延長してあげたいと思います。このようにねプラパンを貼り付けてあげて2枚貼り付けてあげました。はい、そしてねこちら赤いとこのつま先も 2mm 延長してあげたいんで、このようにプラパンを2枚貼り付けてあげます。そしてね今はみ出してるところね足の甲、ここをねまずプラパン溶着ヒートペンのナイフで溶着していってあげて、それからねはみ出るところをねナイフでカットしていってあげたいかと思います。はい、このようにねカットしてあげます。はい、今度はね赤いつま先の方も成形していってあげます。このようにね余分なところはナイフでカットしていっております。カットしながら溶着して、そして成形もしていくっていうことをやりました。ヒートペン加工の後はこのようにヤスリでヤスってあげます。そしてですね今度かかとの部分なんですけどニードルで当たりをつけます。
最終的には 2mm 通したいんですけど、当たりのところで 1mm のピンバイスでまず開けて、それから 2mm のピンバイスを通します。はい、2mm です。こうするとね、軸をずらすことなくね、うまいこと入っていく感じになります。そしてね、2mm 軸、こんなもんだなっていう確認しております。はい、ポリキャップにね、2mm のプラ棒をはめ込んでます。はい、これ回転軸になってね、かかとのとこね、このように回転させるようにしようと思って鉛筆で当たりを描きます。そして中心軸のところにニードルで、はい、当たりをつけてからまたね、1mm のピンバイスで穴開けます。そして 2mm のピンバイスを入れます。そしてね、ちょっとね、余裕持たせたかったんでね、リューターでちょっと穴を広げてあげました。はい、こんな感じでね、取り付けで、反対側もね、同じようにしたいと思います。はい、このようになってね、反対側の方にも穴を開けました。はい、そしたらね、こちら挟んで接着するようにしようと思います。はい、ここのね、飛び出た軸の方もカットしていってあげます。はい、そしてね、つま先とのね、アタッチメントのところをね、ここのところに今作ろうとしててね、ボールデンアームズのね、3mm の受け軸、この角材のね、受け軸入れてあげようと思うんで、隙間がいっぱいありますんでね、このようにプラパンでね、巻くように接着してあげて、かかとに固定してあげようと思います。ボールデンアームズの先にね、3mm のウェーブさのね、ポリキャップを入れてあげます。はい、ここのね、受け軸、今ボールジョイント入れてね、隙間のところをプラパンで埋めていって溶着していっております。この上にちょっと今、はい、右手で持ちましたね、この関節技のね、ボールジョイント入れてあげて足首関節にしようと思ってます。はい、ね、この関節技にね、今プラパンをね、溶着しております。で、溶着してね、このようにかかとにね、接着するようにしようとしておりますんでね、こうやってね、かかとに接着をしました。はい、それからですね、今度つま先側の方のね、ポリキャップの可動軸作っていきたいと思います。このように当たりを取ってからピンバイス 2mm で開けて、次 3mm で開けます。はい、プラサポのね、ランナー 3mm 軸のとこカットして、ポリキャップの 3mm 通してあげて、穴を開けたプラパンに接着してあげます。角は落としてあげます。はい、このようにぐりぐりとはめ込んであげて、それからですね、反対側も同じようにニードルで当たりを取ってから 2mm でぐりぐりと穴を開けてあげて、それから 3mm ですね、3mm で広げて、でまた角を落として、それで接着をしてあげます。はい、そしてカットですね。そして間に 3mm のプラの角材入れてあげると補強ができます。はい、で一応流し込み接着入れてあげて、それでですね、はい、余分なところはカット。そしてかかとと合体させて、つま先とこうなるっていうイメージですね。つま先側はね、あと溶着していこうと思います。はい、膝関節ね、追加パーツとかねつけていくんですけれど、まず中にプラの角材をね、このようにスペーサーで入れて、接着します。そして外装のとこですね、延長する、そこをね、プラパンの板で囲います。これ一旦ここの位置につけたんですけれど、後でちょっと修正してます。3mm ぐらいね、下に落とすんですけどね。はい、そしてね、ポリキャップを中に仕込んであげます。はい、このように仕込んであげて、中心軸穴を合わせてあげます。そして外装を、はい、このようにね取り付けて、ヒートペンでまたカットしていってあげます。
あとね他のところも同じようにプラパンで塞いでいきます。そしたらね、太もものところにね挟んでいきます。さっきの関節、膝関節を、今ここの位置に取り付けてますけどね、後で補正でねこの軸の3ミリ下にねまたずらしておいてます。これねウェーブライダーにしよう思った時どうしてもこの位置だとね NG だったんですね。回りきらなかったんで後で補正してます。この位置からずらします。一応設定ではねその辺の位置なんですけど、確かそこの位置より下、元来のピンのあるところの方がねやっぱりウェーブライダー変形させる時には場所的には良かったですね。はい、そして太ももにロール軸入れようと思ってね、切断をしております。この後でね、プラパンで切り目を塞いで、あとね、このようにポリキャップを仕込んだプラパンをここに仕込んで、はい、横ロールできるように改造していきます。はい、股関節に当たるところの太ももですね付け根のところもこのように、プラパンで蓋をしてあげます。はい、取り付けてね膝関節曲げるとねここぐらいまでしか曲がらないのにねちょっと気づいたんで後で修正します。そしてね、膝下以降のところもね関節作ってフレームをね作ってあげてね、変形させるようにしようかな思ったんでねいじってます。はい、先にね、作ったのがね下の方からニョキッと出てきてますけど、これ、どうやって作ったかっていうのをね流していきたいかなと思います。反対側作るときにね撮影してみました。はい、まずはねプラパンの積層穴開けてね、5ミリの穴開けて、3ミリのポリキャップ通すようにしております。はい、そしてこのようにね、プラパンこのようにポリ軸を刺してあげて挟み込みます。そしてねもう組み合わせですね。プラパンをね使いながらこういう風に組み合わせて中のフレームを作ってきました。ここのフレームはね組み合わせながらねいろいろ考えながら手探りで進めていったっていう感じですね。はい、足首のね、3ミリ軸が干渉するのでここは穴開けてあげてます。まずリューターで小さい穴開けて、それから3ミリのピンバイスでね広げております。そして足首の関節のね、留めになりますポリキャップのところ、ここを接着してあげます。はい、それではね先に作ってたねもう一個の足とね比較してみましょう。長さもほぼ一緒ですね。はい、次はね膝のアーマーのところになります。ヒートペンでねちょっと邪魔なところ溶かしながらね溶着を兼ねてこのように処理しております。そしてね横の穴ですね、そこを開口するためにヒートペンのナイフでなどっていっております。はい、そしてねここ、可動軸を入れてあげます。2ミリのポリ軸ですね、ランナーのそれをプラパンで囲んでたものをここに取り付けてあげます。
はい、フレームの受けの方にもね 2mm のポリキャップの受けを作りましたのでね、ヒートペンでここねつけてあげてるんですけどね、ここに取り付けてあげます。はい、これで内部フレームがねほとんどできたいう感じですかね。はい、次はね股関節の可動ブロックなんですけどね、これプラパンの積層と真鍮線の組み合わせでね、こういったブロックを作ってみました。で穴開いてるとこね 3mm のポリキャップ入れるようにしてたんですけど、結構外れやすかったんで後でビス止めに変えております。 3mm の穴とねポリ軸やめてプラパイプ 3mm 放り込んであげて、後でねビスで留めるいうことに仕様を変えております。このようにして、ウェーブライダーになった時に外側に開くようにね、このような可動の関節を作ってみました。はい、お次はね胸の形状を触ろうと思ってね、胸の出っ張りのとこはちょっと削り落として後で接着いう感じにして、胸の形がねどうしてもちょっと気に食わなかったんでね、プラランナーを持ってヒートペンでちょっと形作って金やすりでやすって形を出していくっていうことをやってます。今はね気になっているところにね、ランナーを溶かしたものをね持っていってあげてます。どうしてもねここがちょっとフラットなのがね違うよな思って、なんかねここの形ってね、ゼータガンダムとイガンダムマーク2という、ちょっとなんかね、解釈バンダイさん私と違うかないう感じですね。気になる方何人かおられるみたいでね、他の人の作例見ててもここ触ってる方おられますね。はい、金やすりでこのようにね角度を出していっております。はい、次はね胸の可動軸になりますね。ヒンジのとこですね、可動ヒンジを作っていきます。このように細切りしたプラパイプ用意して、ニードルでね、ピンバイス入れたいところに、はい、このようにね押し当てて小さい穴開けて、あとピンバイスで穴開けます。 0.5mm の穴開けてます。でこのプラ材はね 2mm 幅ぐらいで作ってますね。このように両端に 0.5mm の穴を開けてあげました。はい、次はねポリキャップのタグの平べったい方ですね、これもカットしてね 2mm 幅に、でこちらにも当たりをつけてます、ニードルで。ここにも 0.5mm の穴をピンバイスで開けてあげます。はい、プラパンの方ね、エッジ角のところをニッパーで切り落としてあげます。切り目をね、なんとなくね、こういう風にヤスリでこうもうちょっとね丸くなって干渉しないように角を落としていってあげます。はい、そしたらポリキャップのタグに 0.5mm の真鍮を通して、プラパンの方にも 0.5mm の真鍮を通していきます。はい、そしたらね 1mm 厚かな、このプラ棒をね合わせてあげて切って接着してあげます。はい、カットしましたね。そして反対側に用意してた方もこのように接着してあげて、またカットしてあげます。そして 0.5mm の真鍮線を、はい、金属切り用のハサミでカットしてあげたら一つねヒンジの片側ができました。で反対側もねこちら側も同じように同じ要領で作っていきます。はい、このようにね反対側も同じように作ってあげました。でまたもう一つねヒンジを作ってあげようとしてねやってますね。はい、細かいところの作業にもヒートペン欠かせないです。そしてヤスリを当てながら、はい、このようにしてますね。はい、取り付けたいところね、このようにリューターで面をね整えて、
接着剤をつけて胸パーツに取り付けていきます。はい、ここにね取り付けて、でこのままだとちょっと不安なので、ヒートペンで溶かしたね、プラ剤ランナー溶かしたやつをね周りに貼り付けていきます。こうして溶着しておくとね割と強度は高まります。どうしてもアイテムが144分の1なんでね、パーツがこういう風にね細かいものになっちゃいますね。はい、胸の形がねイメージにだんだん近づいてきました。結構ねギミックとかも考えたりしましたね。 MG モデルとかはねバージョン1しか買わなかったんでね、バージョン2がどうなってるかいまいちわからないんですけれど、まあ一応ホビーサーチさんのね設計図とか見ながらね参考にしながらこういうギミックを作ってみました。はい、そしてこれはねお腹のパーツですね。色は白く塗るとこのパーツなんですけどね、こちらもねどうしようかな思いながらね作業しております。はい、腹部ね結局プラパンとの組み合わせでこんな感じでね取り外し式にしました。稼働させようと思ってねこういうヒンジギミックとか入れて、こう閉まるようにはしたんですけれど、結局変形さそう思った時に邪魔になるんで取り外し式にしちゃいました。ちょっと難しいですね完全変形はね。はい、次にですね股関節の中心に来るねふんどしみたいなところのパーツ、あれを取り付けるパーツをね作っていきたいと思います。こちらにね、股関節のブロックを両側入れて間に挟むようにしてこのようにプラパン工作で作ってみました。でここの先にね、軸受けを作って中のねふんどしパーツ留めようかなと思います。はい、正面にプラパンの積層を貼ってねここに 2mm の穴を開けております。でこちらにねふんどしパーツを取り付けれるようにしてみました。このようなまたねヒンジパーツを作ってここに接着みたいな感じですね。はい、次はねコックピットの赤いパーツやりたいと思うんですけどね、ここにちょっと切れ目入れてあげましょう。はい、ここにね軸回転するところをつけたいと思います。はい、コックピットの回転軸はですね 2mm 穴のねこのプラサポ持ってきてます。これ挟んでね、いい形にしてペタッと貼り付けようっていうことをやろうとしてます。形を合わせてねいらないとこはカットして取り付けてあげました。はい、次はね肩の白いパーツのねところ、ここを3mm 軸のねポリキャップつけてあげとこうと思います。はい、両サイド取り付けました。はい、次はね首のとこのブロックですね。黄色いブロックのとこね、あれネオジムで脱着できるようにしようかな思ってね、はい、ネオジムを準備しました。はい、このようにねこの字型のね、プラ材の中にはめ込んであげます。 1mm のやつですね、隙間がね。でこれでいい大きさにカットしていきます。そして首のここですね、首ブロックのここにつけてあげるということをしてあげてます。はい、そしてね、サポート的にプラ材カットしてあげて、で横にねレール式にしようと思ってね、同じこの字型のね
プラ材を貼ってあげることにしました。本当はね変形でスライドできるようにしたかったんですが、どうしてもね厚みが強くなるんでね、完全変形は諦めても脱着にしてしまいました。でスライドしたらね、ここの受け軸のところにね金属板ね、マグネットの下に金属板準備して、そこで止まるようにはしたんですけど、あまり効果はなかったですね。完全変形はちょっと諦めましたんでね。はい、で先ほど言っておりましたね金属板なんですけど、こういった万引き防止用のタグの中に金属板入ってますんで、これを取り出していきます。今さっきのね、バーコードの中に板が入ってますんで、このような金属板出てきました。これをカットして使ってあげます。はい、プラスチックのね角材カットした分に瞬間接着剤を塗布してあげて、この切り出してあげたね金属板をぺったり貼り付けてあげます。はい、そしてね、本体機体本体の方に接着剤つけて貼り付けてあげるんですけど、ちょっとねネオジムの方に引き寄せられたみたいで、ピンセットで直しております。このように貼り付けてあげました。でこのままだとちょっと不安定なんでね、両サイドまたね、溶かしたランナーでヒートペンで溶着してあげてます。はい、首ブロックがねレール上で進むように、このように 1mm のプラ軸をね、プラの角材貼ってあげてね、はい、このようにしてあげたんですけど、結局使わなくなったんですけどね、こういう工作はしてみました。はい、このようにね首の黄色いパーツはネオジム同士でこのようにぺったりくっつくようになっております。はい、そしてね肩の白いパーツですね、間に入ってるね、あれもともとのでかすぎるんでカットしてこれぐらいね短くしてあげてます。ではい、左側に見えてたやつみたいに裏打ちね、プラパンで裏打ちしてから、はい、穴を2箇所開けてあげて、胴体との結ぶ軸のところと、あとは肩ブロックと、腕ブロックとつながる穴っていうのを作ってあげてます。はい、ところどころこのようにね、ヒートペンで溶着させてあげながら穴も開けてね、裏打ちしたプラパンで補強しながら肩の白いパーツを作っていったという感じです。はい、そしてねこのようにポリキャップのところに、プラサポの 3mm 軸を入れてあげて、そして先ほど作った白いパーツね差し込んで溶着していったという感じになります。はい、次はね肩のブロックのとこですね。これ腕ね、腕のところにポリランナーの 3mm の T 字型のところをね入れてあげようと思ってね切り出ししております。そしてねここの肩のブロックって外側の外装のねカバーも一体化されてるんで、そこもカットしてね、別パーツ化してあげようっていう感じにしております。このね、二の腕のところですね、ここも元来ない回転軸がこう下の腕のところにあるんで、肩パーツのところからね回るようにしてあげて、そして中に、プラ材を、詰め込んであげる。で、ここの今離しているとこですね、切り離したところ、そこのカバーもね、切り離しております。はい、このようにして、作業は進めております。はい、そしてね今
腕のパーツですね、1の腕2の腕つなぐパーツのところをね、プラパンと 2mm のポリキャップの組み合わせで作ろうとしておりますね。で 2mm の穴を開けてポリキャップをね、プラボを刺して通しております。片方はポリキャップねそのまま使って、下のとこは T 字型のとこですね、ランナーの 2mm のねやつ使ってますね。はい、二の腕とのつなぎのところがねポリキャップの 2mm 穴のやつですね。でここ腕の中にね穴貫通させるために、はい、リューターで開口していっております。一回ね細めの、リューターの穴を開けて、それであと 2mm をピンバイスでいこうと思ってます。はい、こちら肩ブロックにもね小さい穴開けてね、後で 2mm のポリ軸を入れてあげようと思ってます。回転軸ね。はい、そして二の腕のところね 2mm のピンバイスで両側から開口していっております。肩ブロックの方も 2mm の穴を開けてあげました。はい、作った関節ね、肩のブロックから2の腕つないでこんな感じでね、あと1の腕の中の受けがねこんな感じでやろうかないう状態ですね。で接着してあげて、はい、1の腕ねここにね接着してあげます。はい、そしたらね背中側のねこのスタビライザーと、フライングアーマーのところなんですけどね、ここね 1mm のね、プラパン挟んであげて、ここの基部はね切り落としてあげました。はい、で中身どうしてるか言ったらね、ここのとこはね 1mm のプラパン貼って、またね裏から支えてあげようと思います。はい、そしてねちっちゃな補助翼変形で回転して出てくるやつね、あれはねバッククロージャー切り取ってね使ってます。パンとかのこう留めで入ってるやつですね。今右手にちょっとあるやつ、あれ赤色のやつね。はい、そしてシールドなんですけど画角から外れててごめんなさい。この 1mm の棒をね、2本重ねてましてね加工しております。一回り大きくしております。シールドはね赤いパーツと黒いパーツでね、分割してカットしてあげて、そして外側をねちょっとね今 ごめんなさい画角外れてるんですけどね、プラボ 1mm を2本ずつ両側貼って、トータル 4mm 幅が増えた感じになっております。赤いところもね 4mm 実は延長してます、プラパンでね。はい、そして塗装なんですけどサフを拭いて終わったところです。処理ね何回もやりました。500番のサフ拭いて、それから1000番に上げて、で、ガイアのグレーの濃いやつのサフを拭いたところになります。それからねグレーのところね、ニュートラルグレーを拭いてからマスキングをしたところになります。はい、胸パーツの裏は濃いめのグレーサフのままになるようにマスキングしております。それからですね黄色を拭いて終わったところですね、黄色系。そしてマスキングの方も終わらしてますね。黄色系のところはみ出したところはまたね上から塗っていきたいと思います。はい、それからねライトブルー塗りました。次はね白塗る前にライトブルー拭いて、ちょっとねグラデーションがかったような感じにしたいかな思って下地にライトブルーを拭いております。はい、次はねホワイトを拭いて、でその次のね、青系赤系を拭きたいからマスキングしたところになります。はい、青はねコバルトブルーをね拭いてみました。お休みの日のね昼間にやったんでね、ちょっとね明かりがちょっと白くね光ってますけどね。そして赤色を拭いたところになります。
はい、赤もマスキングをして次の色を塗ろうと思ってます。はい、マスキングを剥がしてね、こんな状態で塗りましたという感じです。はい、朝なんでね、ちょっとね、どうしても撮影してる場所がね、後ろの白光が気になる方はごめんなさい。そして、はい、筆塗りでね、ガンダムの顔の目のとこね、また塗りたいと思います。はい、いつものメタリックグリーンにシルバーを混ぜてる塗料になります。はい、あとの黒いところはね、いつものね、また水性カラーのね、墨入れ用に作ったやつ、それをね、流し込んでいきました。はい、あとね、背面のバーニアなんですけどね、ここは筆塗りで下出るカラーでいってます。まずね、このように黒を塗っております。あとでここはグレーのレイヤーで塗っていきました。そしてバーニアノズルの中ですね、ここは赤系使ってます。下出るの赤系で塗りました。はい、ウェザリングはね、いつもの、はい、このね、ウェザリングペイント使ったんですけどね、ちょっとね、撮影し損ねてました。はい。で、まあ、墨入れとね、ウェザリング兼ねてやった後で、今度はね、ブルーと赤のところね、ちょっとはい、立体感出したかったんで、このようにね、ドライブラシかけてね、はい、このようにエッジを目立たしております。でね、ちょっとやりすぎたかないとか水で後で拭き取っております。はい、それではウェーブライダーに変形させてみたいかと思います。まずライフルを外して頭部を外します。頭部ね、変形ちょっとうまいことね、いかんかったですね、完全変形はね。はい、胸上げてあげて、で、黄色いパーツね、一応ここまで下がるようにはね、改造はしております。マグネットでここにスライドはします。はい、それからね、前のね、フロントアーマーのふんどしパーツ外して、お腹も外します。お腹の部分のね、ここのフロントアーマーはこのようにポリ軸でね、球体のブロックで取り外しになってます。はい、そしてここ股関節ね、さっきのようになってましてね、はい、肩を外します。肩もね、収納はちょっと難しかったですね。分厚くなりすぎますね。はい、そしてシールドを外します。もうシールドは 2mm 軸でね、穴つけてるだけですけどね。で、はい、サイドアーマーのね、改造はこのようにしてます。2mm のね、ポリキャップ2つで取り付けするようにしてて、サイドアーマーとね、このように太ももに 2mm の穴ね、プラパンで積層作ってあげて、このように取り付けするようにしております。足はね、ここまでは曲がります。肩の白いブロックを内側に入れてあげます。つま先はね、なんとかできましたね。で、足ね、
膝関節ね、もっと曲げれてね、前に出れればいいんですけど、この辺ぐらいが限界でした。はい、そしてね、バーニアね、これも伸縮はするようになってます。中にね、2ミリ受けのポリキャップ入れてますんで、はい、股関節ね、ここビス止めに根元はしておりますけどね、結構負荷のかかるところですね。はい、ここのね、はい、取り付け部はこのように 3mm のポリキャップでプラパン工作して作っております。はい、サイドアーマーね、そして足も反対側もこんな感じで曲げていきます。はい、ここもねスライドしてふくらはぎのところも回って、ここのフィンもこんな感じで稼働するようにしております。はい、そしてサイドアーマーをこのように取り付け直します。くるっと回転させてもいいんですけどね、あんまりそれするとね、ポリキャップの 2mm 軸ちぎれちゃうんですよね。はい、スタビライザーね、後ろにスライドさせました。はい、回転軸をそこに入れております。はい、足はね、このように広がりますね。はい、結構ね、広がったんじゃないでしょうか。はい、そしてシールドのね、受け用に、このようなね、追加パーツ作っております。取り付けのためのホールディングするパーツです。ここにね、片穴使ってね、受けにはめてあげるんですけどね、反対側こっちがちょっとはめにくいみたいで、ちょっと事故ですね。割れちゃいましたね。後で直しましょう。はい、シールドなんですけどね、このように取り付けてあげて、ここの 2mm 軸に刺してあげればOK。はい。で、ここのね、ちょっと外れたとこね、また入れてあげます。はい。そうしたらね、大体形になってきましたかね。はい。横のね、翼を広げてあげます。バッククロージャーで作った翼ね、0.7mm 圧。はい。こんな感じでね、まあもうちょっと形整えなきゃいけないかもしれないですけどね、こんな感じでほぼほぼ出来上がりいう感じです。はい、40年前ね、キットが出た時にね、1回作ったんですけどね、その後も何度かは作ってるんですけど、おっさんになってまたやってみてね、なんとかここまでできました。まだね、こうやり残した感もあるんで、またね、10年後ぐらいにね、触ってみたいかなとは思ってます。はい、今回もご視聴ありがとうございました。